この巻きで、ナポリのまんまやってみたいっていう欲が出てきて、ちゃんとルーツのある料理を作りたいな、お客様がワクワクしてるかどうかまで想像して焼いてるか、言われたまんまソースレードルいっぱい入れ、これいっぱい入れ、作ってるパスタとじーっと見て考えて作ってる人のパスタってやっぱり違うくて、なんせ基礎は目の前のお客さんを考えて絶対うまいって言わしたるとか、なんかそこを大切にしてほしいなと思う。そこしか面白いとこないと思うんですけどね、飲食店。もともとこのアレグロって、塚口の駅前でやってて、でその時は窯がもうピッツァがなくて、パスタとアンティパスタの普通のイタリアンやったのに、ちょっともうひとひねり欲しいなと思って、ある店に行ったらこのナポリピッツァの巻き窯で焼いてるお店があって、その時にアレグロにピッツァ欲しいなと思ってたら、アレグロ天満店で先輩が居抜きの、窯のある居抜きをやれへんかって言われて、ほんでそれで始まったのがこのスタイルの、アレグロ、まさにそうです。もうそこから初っ端はガス窯やったんですけど、どうせやるならこの薪で、ナポリのまんまやってみたいっていう欲が出てきて、今もほぼほぼ物件によってはガスのとこもありますけど、この薪でやってます。ナポリのピッツァっていうところに、忠実にみたいなところだと思うんですけど、それって具体的にどういうふうなその特徴があったりとか、どういうふうなところをしていかないとやっぱりナポリのピッツァになっていかないみたいなところって教えていただけたりします？ナポリのピッツァって小麦粉、粉、水、イースト、塩、もうこの5個しか入れたらあかんって決まってて、生地の中には、ある程度黄金比率というかそれも決まってて、その規制の中でいかに美味しく作るか、いかにアレグロらしさ、いかにその個人らしさを出していくっていう戦いというか商品で、なんでその窯も、3ブランドぐらいあるんですけど、そのどの窯を使うかもその職人によって違うし、この窯でこの配合で使う、この窯でこの水分量で作るとか、もしくはこの粉選びも結構職人さんお店ごとに違うくて、そこら辺がナポリピッツァというかナポリピッツァの面白さ、ものづくりの楽しさかなと思います。なるほど。アレグロではその統一してこういうふうなやり方っていうふうなのをある程度決めてやられてるんですか？それともアレグロの中でもお店ごとにちょっとずつ違ったりする？基本的な配合は実はあるんですね。それはみんな共有して持ってるんですけど、でもやっぱ各店ごとに場所も違えば湿気も違えば温度も違うので、ある程度はもうそこのピッツァの職人ピッツァヨーロに任してます。だから、賞味今日ええやんって自分好みのもあれば、あれなんかちゃうなっていうのもあるんですけど、ただその合格範囲にはみんなで入っとこうね、でこれをもちろん超えてもいいから、どうせなら120点を目指していこうっていう発信はいつもしてます。なるほど。なんかそのためにそれこそこの前天満店に行った時に見たんですけど、そこにも多分載ってると思うんですけど、ピッツァの、世界選手権でっていう風なところがあったと思うんですけど、なんかそのピッツァの世界選手権にこう出られてっていう風なところってやっぱりそのナポリピッツァとしてちゃんと認められるものを作っていきたいっていうところをきっかけでこう出られたんですか？そうですね、きっかけは名古屋の世界チャンピオンにお誘いいただいて、出てみたらって言われたんですけど、なんかやってるうちにやっぱり僕もパティシエ出身なので、粉に水入れてそこから何か生み出す、なんか01作る感じがすごい面白くて、でそのナポリ人が一体何を考えて、イタリア人が何考えて作ってるってのを見たいなっていう衝動で大会がいいきっかけやった。もうそんな感じです。なぜそこまでもともと1店舗目がジンベエだとお聞きしたんですけど、で今パティシエされてたっていうのも初めてお聞きしたんですけど、なぜそのイタリアの文化っていうのに忠実にこのアレグロっていうブランドを立ち上げようというふうに
なんかこう思ったんですけど、まあすでにあったっていう部分はあると思うんですけど、それでもある程度なんていうかこうなんとなくのイタリアンもあれば、もうかなり基本に忠実にとか、まあ王道にっていう風なところを挙げられてる理由って何なのかなと思ったんですけど。実はもともとは創作もあれば、なんかカレーもあれば、もう流行る前はもうとりあえず何でもいいからやってみようっつって、売れるもんを残していってた時期もあったんですけど、なんかやってるうちにやっぱりちゃんとルーツのある料理を作りたいなと思い出したんですね。ほんでそれを作り続けてたら、やっぱり美味しくもなっていくし、それをイタリア行ったら掘り下げてそこのルーツに行ってその歴史を見たり、こういうシーンでこう食べられてこうなってるんだと、もしくはもう廃れていってるものもあるけど、だからその掘り下げが面白かったんですよ。で結局やってよかったなと思うのは、それ掘り続けてやってたらそれってルーツなもんやから全ての料理につながるんですよ。ってことはこれを学べばどんな料理にでも、イタリアの各地でもそうやし、フレンチ、和食、アメリカ料理何でもそうやけど、ドルチェでもそうやけど、それ全てにつながる、使えると思ったんで、これはやっててよかったし、これからもこういうスタイルで和食もイタリアンもケーキもドルチェもやっていこうと思うきっかけですね。その流れでそうやってやってます。なるほど、ありがとうございます。すごいでもそういうふうなお話を毎回社員さんからは聞くんですけど、なんかそういうふうな文化がすごい浸透してて、なんかそこまで徹底されてるっていうのは本当になんかすごいなっていうふうな毎回感じてたんですけど。徹底はしてるのか、自然発生的にこうなったかわかんないですけど、どうやってそんな浸透していくのかなっていうのがすごい不思議なぐらい、本当に皆さんが口を揃えて結構今社長がおっしゃられたようなことをいろんな角度で言われてるような形が結構印象的だったので、大丈夫でした。よかったです。釜の特徴というか、例えばなんかこういうふうにしてないとピッツァうまく焼けないみたいなところとか教えていただきたいんですけど。今この黒いのって取れます？上の。上ですか。黒いじゃないですか。あれ温度低いから黒くて、これが温度上がってくると真っ白けになってくるんですよ。そうなんですか。もうこのてっぺんここまで、真っ白になって、それが500度付近まで上がったっていう焼けるサイン。じゃあそれまで今は温め直してるというか。そうです。これ一発目、今日さっき入れた感じ、1時間ぐらい、1時間半ぐらいで上がるぐらいかけて毎朝温度上げて、使い始めるまでにまずそれぐらいの時間をかけて温度上げていかないとなかなかそもそもうまく焼けないっていう。焼けないですから、なんぼいい生地でもこの釜が育ってないと焼けないですね。この釜何年目になるんかな。4年3年3年。芦屋創業で12年、その前に9年使ってたとか言って気するから20年ぐらい使ってるよね。やっぱちゃう。そうね。なんかやっぱどう違うんですか、その使ってる年数で変わっていくんですか。年数が多ければ多いほどって言うんですけど、10年ぐらいでへたってくるっていう噂も聞いてたんですけど、うちも10年20年選手いるんですけど、多分イタリア人の特性で、ちゃんと作ってなかったっていうやっぱ釜にも個性があって、なんか買った時ってゆっくり弱火から火入れて水分を抜いていくんですけど、その作業でなんか結構僕らガンガン炊いてた、あんま知らんかったから、その影響で梅田店は床炉床っていうんですけど、床がボコってなっちゃって、それは多分
オクラの加減ともともとの釜の個性がそうだったのかなっていう、まあ、そういうことも勉強しつつ今一番結局仕上がってるのがアレグロ芦屋店の20年選手。すごいですね。そうなんですよ。やっぱなんか安心感。すいません、なんかこうイタリアのものって言ったら結構レザーのものもそうですし、服もそうですけど、やっぱりなんかこう使えば使うほどみたいなところをすごいなんか好むような、なんかやっぱり人たちなのかなって感じがしますよね。多分それがおもろいんじゃないですかね。釜をなんか今回はええ釜やな、今日はええな、今日は悪いな、あっこの釜失敗したなとか、それがイタリアの面白さでものづくりの楽しさな気はしますね。はい、おもろいですよ。ここはタイル張ってないんですけど、他の店はタイル張って、そうですよね、これは無地に、この上に本来はタイル張ってたりとかするってことですね。無地で塗装してあって、あれはその装飾の意味がやっぱり多いんですか？タイルを装飾と一応保温の意味もあるんですけど、一応もうここはここだけの部屋作って、ここで熱をこもるようにして、蓄熱的な意味も込めて作ってます。なるほど。はい。ピッツァはテストがあるっていうふうに、まあパスタもあるって聞いたんですけど、やっぱりそこで求められる点っていうのはどういうふうなところになってくるんですか？ちゃんと焼くことはもちろんなんですけど、所作、立ち居振る舞い、プラス結局お客様に出すものなので、お客様がワクワクしてるかどうかまで想像して焼いてるか、まあ、そうしようとして焼いているかかな。それってやっぱり経験があるんで、そのテストの瞬間にできてなくても、そこを意識してやろうねっていう試験にはしてます。はい、それって具体的に言うとどんなことがこうなんていうんですかね、それにつながるというか、まあ、例えばこう釜入れとかでもここにピッツァが乗って、こう釜をこう入ってくるんですけど、これがかっこいい人と、やっぱりただ入れてるだけの人ってやっぱおるんですよ。そうなんですね。そこはちゃんとカッコつけようよと、照れずにカッコつけて、多分お客様ってそういう瞬間そういう空気感見てるから、そこは、照れずに行こうねやし、それは点数にはないんですけど評価はしてます。あいつなんかええなは、まあ、テストには合格する部分もあるんですけどね、でもそこから副店長店長になって売り上げを背負ってくると、やっぱりその部分って多分その時になって、言うてることこれかって分かってくると思うんですけど、そうなってまた伸びてくる子はやっぱちらほらいますね。そうなってほしいと思ってます。パスタも一緒なんですけど、もう定番しかやってないに近いですね。で、まあ、ちょっと具材変えたり、ちょっと最近入ってきたイカのレモンクリームなんかもあるんですけど、基本的には普通のもんを真ん中王道でちゃんとあるもんを昨日より美味しく作ろうっていうメニューにしてます。じゃあ昨日より美味しくっていうふうなところで、やっぱり各そのスタッフの方が、まあじゃあ昨日より美味しくするためにどういうことができるだろうかっていうのをこう考えて、その人のこうなんていうかいい部分がこう伸びるようにみたいなところの感じ。多分そこ考えてない人ってやっぱりおるんですよね。なんか言われたまんまソースレードル1杯入れ、これ1杯入れ、作ってるパスタと、やっぱりちゃんと考えてじーっと見て考えて作ってる人のパスタってやっぱり違うくて、それがやっぱ立ち居振る舞いに出てくるし、厨房に出てくるし、冷蔵庫内に出てきたりして、やっぱり美味しいもの作る人って彼とかなんか考えてくれてるんですよね。その多分源泉って目の前にいるお客様が美味しいと思っていただけるかどうかを考えているかと、ってことは昨日美味しいって言ってもらったそれを反復することもそうやけど、じゃあどこが美味しかったんかをより美味しくするってことを考えてみるってことってやっぱり
大事やと思うんですよね。なんか目の前のお客様って若い子もおればご夫婦さんもカップルもおれば、ちょっと年配の方もいらっしゃって、なんかその年配の方に同じオイル量で出すんかと、なんかちょっとちゃうなって出していいんですけど、そこを考えれる料理人になってほしいし、肉も例えば、赤身の肉あっても、柔らかい部位、ちょっと歯ごたえある部位ってやっぱやってると分かって、今日はあの方やから少し小さいけどこの柔らかい部分にしようとか、若いからちょっとでかいのにしてあげようとか、なんかそういうのが積み重ねが昨日より今日やと思うんですよね。なるほど。やっぱりそのなんていうか、料理ってやっぱりその自然のものだったりとか、こう毎回形が違ったり、その湿度温度が違ったりっていう風なところで、そういう風なことを思ってないとやっぱりそれにこうその変化にも気づけなかったりとか、うまく使えなかったりみたいなところがやっぱあるんですよね。と思います。やっぱ、なんせ基礎は目の前のお客様を考えて絶対うまいって言わしたるとか、なんか絶対笑顔にしたるとか、人それぞれその衝動が違う気するんですけど、なんかそこを大切にしてほしいなと思う。そこしか面白いとこないと思うんですけどね、飲食店なんて、その日々を楽しまんと毎日同じもの作っての LINE の仕事になって何がおもろいねんと思うから、そうしてほしいと思って言い続けてます。いやでもそれこそ全然お客様もこう、難波のお店と梅田と、それこそ足跡で全然こうなんか違うっていうようなこともお聞きしたんで、なんかそうなると本当にこう何店舗もこうアレグロっていうお店自体はあっても、それぞれの地域でそれぞれのこうお客さんに合わせたことをやっぱりしてないと、なかなかこう昨日よりもよく今日よりも明日がよくっていうふうなのってやっぱりできないっていうことですよね。いやもうそうなんだ。もうあとはもう店作ってある程度走ってくれたら、現場におる最前線の子たちに任して、一緒に月何回かのミーティングで答え合わせしながら進んでる感じですね。ちなみにちょっとこうイタリアンっていう風なところで言うと、イタリアにこう例えばこう行ったりだとか、何かそういう、技術面だったりとか調理の面でこう向上を図るようなことっていうのはどういう機会があったりとかするんですか？イタリア研修がワイン屋さんのワインポタンのご協力で年1回何人か行くタイミングがあって、この前も行って帰ってきて、それが研修で得たものを発表する会もあったり、それでみんな共有して、で次の子が手上がったり、そんな感じの会はあります。なるほど。やっぱりそれってこう行ったらこう変わるんですか？その行く意味というか。変わりますね。やっぱりなんか今までやってたそのど真ん中を踊って意味分かってなくやってる子もいるので、なるほど。でその本当の人たち、本当にG で食べてるご飯味噌汁の感覚で食べてる人たちの、その目の当たり見てやっぱり感じ取ってくるものは違いますよね。味がどうこうじゃないと思うんですよ。なんかそこってなんか文化というか、なんか普段通りに食べてる、普段通りにそのイタリア料理を食べてる世界を見るって、なんかそういうことやと思うんですよね。僕らがご飯味噌汁漬物を日常に食うように、あの人らは日常でワイン飲むような部分もあるので、そこを見るとなんか帰ってきた発信はやっぱり変わりますよね。いいですよ。なんか先ほどの試作を食べられてた時も3種類くらいこう食べられてたと思うんですけど、やっぱりそういう時の判断基準で、いろんなこうこともある、予算だったりとかあると思うんですけど、その味だったりとか、そういう最終的なこう、意思決定する時点でなんかこうアレグロだからこうやっぱりこういう風な判断するみたいなところの軸ってあったりとかするんですか？味とかの面。今日食べたの、例えばトマトソースけど、トマトソースってもうど真ん中ほんまにシンプルでいいと思うんですよ。なのでトマトの味がちゃんとあって、たまには甘みがフレッシュ感で生きていて、そこからどう派生させていくかのベースのソースなんで、
あんまりこねくり回してない味っていうのはずっと貫いてるしですかね。トマトソースってやっぱそうあるべきやと思うんで、はい、白米に近いですよね。美味しい白米があるかどうかに近いです、はい、やっぱりでもそういうふうな基準がいろんなものに対してしっかりあったりとか、それこそイタリアでやっぱりそういうふうに思われてるっていうのをちゃんとこう肌感覚で分かってないと、まあ、そこら辺のこう判断とかもやっぱり逆にできないというか。そうですね。多分アレグロ最初の頃は結構創作メニューみんなからも出てきて、ああだこうだ言うて修正されていったんですけど、結論やっぱこうなってこういう流れで店作りしてると、それぞれ行ってるマネージャー、それぞれの店長、料理に関わってる子がもうその真ん中しかやっぱ出してこないですよね。前の真ん中より美味しい真ん中を出してくるんで、だからもうぶれないし、こういう食会スタッフ会してもその範囲内でやってくれる。かつなんかそれを飛び越えてくる子もいい意味でおるんで、そこでなんか新たなもんが出てきたりもしますね。そういうのも大歓迎なんですか、その飛び越えるっていう風な。もちろんです、もちろんです。ただそこでなんかなんちゅうんですか、もうトレンドに乗りまくったタピオカ的なものが来たら、もうそれは却下しますけどそうじゃない、なんかルーツこんなんあったんやっていうのもたまに出してきたりしてくれるんで、それええやんっていうのはあります。なるほど、ありがとうございます。でちょっとやっぱりご自身がもともとパティシエされてたっていうところもあっての、なんかドルチェもこうなんか肝入りというかの部分なのかなっていう感じはするんですけど。そうですね。もうドルチェも一緒で、割とど真ん中王道を作り続けて、ここにちょっとど真ん中だけじゃショートケーキだけじゃ戦えない業界でもあるので、少しのトレンドはもしかすると料理よりは入れてるんですけど、それでもやっぱり作り続けてるもんはこのティラミスやったりガトーショコラやったり、このサバランババアやったり、チーズケーキ、これはもう修行先でもらったレシピを少しいじってイタリア風にしたようなもんなんですけど、こんなんも今持たれてるやつはタルトですか？これは試作のリンゴタルト、ちょっとレストラン用に今入ったパティシエがうちのレストランメニューにフルーツのもんがないから、ちょっとリンゴタルトどうやって言ってきてくれたんで、今やっと見れたんですけど、なんかこうドルチェのこう開発だったりとかっていう風なことになると、その各店舗に例えばなんかドルチェ担当の方もいらっしゃったりとかするんですか？それがいなくて、ちょっとそれが悩みの一つなんですけど、その各店にいるパティシエをドルチェの部門に集約させて、遠隔でパティシエがいるみたいな形を取ってるんですよ。使い切れてないんですけど、一応そういうポジションで今回のこれもそういう開発、社員旅行で飲みの席でこれ言い出して、隣の川崎っていうここの担当の子がそれいいっすねってなって、今日に至るんですよ。そんな開発、多分本来はここにいるパティシエがそんな話になってここだけで進むもんを、うちはケーキ屋っていうもんを構えて、ケーキ部門を構えてそうしてる。ケーキ屋ってビジネスとして難しい部分もあって、レストランで売り上げを底支えして、ケーキのビジネスをしてるっていう形を取ってます。例えばそれこそアレグロだったりとかで料理をされている方が、じゃあそこからこう、パティシエだったりとか目指したいみたいな形もあったりとかするんですか？今、料理からパティシエはないですけど、作り方を教わりたいっつってその工房に行ったりしてる子もいるし、逆にパティシエから居酒屋のマネージャーまで行った子もいるし、その技術のそのやり取りは大いにやってほしいので、少なからずあります。
その今言われた技術のやり取りみたいなところでなんかどういうふうなことされてるとか、なんかそれが活発になるようななんかきっかけだったどれやろう、この例えばババってはい、パンなんですよ、はい、イーストのお菓子なんですよ、はい、でイースト、ピザにも使うんで、そのイーストの生地のその違いの面白みの共有だったりで、多分どう作ってるかも全員が分かってないとは思うんですけど、そのお互いにその情報交換してあ、ババって実はパンでそういう風になってるんだっていう情報交換があったり、多分逆に、ピッツァって生イーストを使うので、はい、こっちはドライイーストなんで、はい、そのイーストの違いのなんか話し合いがあったりとか、そういうのでどういうタイミングでされることが多いんですか？今回は社員旅行でしたけど、3ヶ月が誕生日会っていうその横軸のはい、店ごとを超えた集まりがあって、はい、そこで割とベテランも新卒も来るんで、なんかそういう話し合いはしてるのは見ますね。はい、結構そういういろんなこう部門があるからこそのなんかやり取りがあるっていうのはすごい刺激になったりとかしますよね。と思います。やっぱカルパッチョ今、はい、イタリアのカルパッチョにやっぱり居酒屋の魚の扱いの技術を入れたいってもう十何年言ってるんですけど、いよいよなんかちゃんと今回の進展で、はいはい、なんかその技術がアレグロの子がジンベエ行って、はい、あしらえ、はい、そのわさびやらカイワレやらベニタデの使い方を教わったり、なんかそんなことが起こっててめっちゃいいなと思って、割と仲悪い子らもいますけど仲良くやってますけどね。なんか情報交換をそこまで活発にあるかは分かんないですけど、はい、今回のこの魚の話は結構やっぱりいい環境やなと思いましたね。はい。